この動画では外国籍の方、特に法務省国事校、いわゆる日本語学校に在籍する留学生が大学に進学する際の外国人入試についてお話ししたいと思います。まず、外国人が日本で進学するということで、どのような方が該当するでしょうか。まずは在留資格留学で滞在している外国籍の方、いわゆる日本語学校に在籍する留学生たちですね。そして2つ目は在留外国人のご家族の方。この方も外国籍になりますので、このような方々を指します。要は日本語があまりできない方々と理解してください。このような受験生を大学が迎え入れるのに設けられているのが外国人特別選抜です。と、今ここで日本語があまりできない方々と少しきつい表現をしましたが、実は在留外国人の方の中には日本で生まれ育ち、両親の母国語よりも日本語が上手な外国籍の方もいらっしゃいます。実際何年か前にこんな経験をしました。ある中国籍の女性から東京都内の某有名私立大学へ進学したいとの相談を受けました。彼女は3歳の頃から日本で生活していて、日本語はペラペラ、むしろ両親の中国語の方が苦手という受験生でした。中身は完全に日本の女子高生、そのまんまでした。ただ、外国籍だからと外国人留学生向けの特別選抜を受けさせたのですが、その面接試験の際、面接官から中国語よりもこれだけ日本語が上手なのだから、日本人向けの入試を受験したら合格にしますよ、と勧められたそうです。親切な大学ですね。というのも、留学生枠で入学してしまうと、大学の授業で日本語が必須になるとのことで、日本人が外国人向けの教科書で日本語を勉強するようなもので簡単すぎて授業にならないだろうという理由でした。けど彼女はそれを断って外国人枠で進学していきました。なぜかって、その方が単位が取りやすいからだそうです。しっかりしてますね。ちなみに日本国籍でも日本語ができないという受験生もいます。そういう受験生のためには帰国子女特別選抜が設けられています。ですが、ここではまず外国人特別選抜についてお話を続けたいと思います。外国人特別選抜の行われ方についてお話ししたいと思います。まず、外国人特別選抜に共通して求められるのは日本語能力の証明です。文部科学省は大学、専門学校へ進学するのに日本語教育の参照枠、いわゆるセファールの B1 以上が必要であると示しています。このレベルの日本語能力がない留学生が進学しても、大学の授業の日本語についていけないということです。その B1 の基準としては、日本留学試験の日本語スコア200以上、あるいは日本語能力試験で言うなら N2 以上と示しています。外国人入試に共通するのはこれくらいで、この入試はあくまでも特別選抜ですので、その他、学歴に関わる事柄以外、全大学共通のルール、法則、やり方というものは存在しません。各大学、様々な方法で入試選抜が行われています。ただ、その選抜で求められる背景というものは同じで、文部科学省が示す学力3要素というものが重要になってきます。この学力の3要素をそれぞれの大学が独自に判定する。それが特別選抜であり、今の大学入試になっています。では次に、この学力の3要素とはどのようなものでしょうか。少しご説明したいと思います。よくこんなピラミッドで説明されるのですが、ピラミッドの一番下、最も学力の土台となるもの、それはもちろん知識と技能です。そして、その知識と技能を使って真ん中、思考して判断して表現する思考力、判断力、表現力、これらが重要となってきます。そしてさらにこの2つを使ってピラミッドの一番上、主体性と多様性と協同性を育む、これが学力の3要素と呼ばれています。では具体的にどのようなものでしょうか。知識は高卒程度の学力が求められます。当たり前ですね。技能も高卒程度の技能が求められます。で、どっちも常識ですが、これに加えて外国人の場合、
日本語の技能が求められます。前述の日本語教育の参照枠 B1 以上のスキルが求められるということです。そして試験では思考力、判断力、表現力を見るためのものが行われます。こちらに書いてある通り、小論文、プレゼン、ディベート、面接、面談、口頭諮問といった試験を行い、そこで能力が見られ、同時にその受験生の主体性と多様性、協同性を判断するのです。これが今の日本の大学入試で求められている背景です。特に外国人入試では受験生が外国人ですから、この多様性なんてのが一番の審査基準となるでしょう。